皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回は青島アンバサダーとしての制作で手持ちキットの中から初代センチュリーを制作していきます。早速どんな車なのか調べていきましょう。センチュリーはトヨタ自動車が1967年から製造・販売している最高級乗用車です。長らく販売開始から4ドアセダンのみが販売されていましたが、2023年9月に SUV タイプが新たに公表され話題を呼んでいます。世界の最高級に匹敵するプレステージサルーンを目標にして開発され、1967年11月に発売。伝統的な日本の美を感じさせる保守的かつ重厚さを持った独特のデザインテイスト。伝統的な日本の美はボディカラー名に富士ノーブルホワイトなどの和名が含まれることにも表れていました。エンジンは V 型8気筒で3リットルから始まり、排ガス対策で4リッターまで拡大。エアサスを組み込んだトレーリングアーム式サスを採用し、上質な乗り心地をインストール。防弾装備が施されたセンチュリーも開発され、内閣総理大臣専用車としても使用されていました。1981年までの20型から35型まではヘッドライトのデザインなどからも分かるように前期型と認識。オートレベラーが装着された1982年の大規模マイナーチェンジからは後期型と位置づけられている気がします。1967年の初代販売開始から数年単位でマイナーチェンジが行われ、日本の最高品位の車として君臨し、30年販売を続け、1997年2代目へとバトンタッチしていきます。このキットは青島から販売されていて後期型。1990年にホイールベースを延長し、ロングボディとなった L タイプの VG45 型がベースとなっていて、18インチの車外ホイールが付属しています。ノーマルホイールは付属していません。車高の調整ができることからカスタム専用のキットとなっているようです。ノーマルの雰囲気を目指すならば、現在も販売されているザ・モデルカーシリーズのセンチュリーを組み上げた方が良さそうです。早速仮組みをしていきます。説明書を読みつつ、まずは足回りからとなりますが、足回りの調整ができるパーツ構成となっていて、サス側のネジを回すとキャンバー角、ボディに取り付けるアームパーツ側のネジを回すと車高の調整ができる仕組みのようです。このパーツ構成は初めて製作しますが、この仕組みはよくできていますね。簡単に足回りのカスタムができそうです。各パーツの愛は問題なくストレスフリーで組み上げられそうです。ウィンドウやヘッドライトなども取り付け仮組み完了。ノーマルの雰囲気が大好きなのですが、キットの構成上思いっきりカスタムした方がこのキットはいいような気がするので、バッキバキのローライダー仕様を目標に制作を進めていきたいと思います。まずは筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、刃は 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。用途としては 0.15mm の刃は全体的な仕様、0.2mm の刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5往復を目安に、なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は
他の部分との差を明確につけるため 0.2mm の調光ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら丁寧に彫っていきます。続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り、実際に指で触ってみること。カーモデルの場合は、ボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては、320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り、取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたら、ヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます。次にトランク開口とボディの調整加工です。今回はトランクにいろいろと仕掛けていくつもりなので、開口しパカパカさせていきます。まずは調光ブレードでトランクの筋を深く掘っていきます。ボディ裏側に貫通したらエッチングソーとデザインナイフで切り落とし、切断面は荒れているのでペーパーヤスリで鳴らしておきます。切り落としたトランクフードはこのままでは固定できないので、ボディ側に受けを作っていきます。形状に沿って切り出したプラ板をボディ裏面から接着。これでフードが抜け落ちることはありません。テールがはめ込まれるパーツの裏面にはカットしたプラ板を貼り付け、ストッパーの役目を。あとは見栄えが良くなるようにシアノンで隙間を埋め、各所を滑らかな形になるようにペーパーヤスリで調整です。キーシリンダー部分はマイナスモールドに乾燥するので 0.8mm のピンバイスで穴を開け、ジャンクから拾ってきたドアミラーは固定できるように真鍮線で支柱を作っていきます。ボディ側には 0.5mm の穴を開けておきました。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのサフェーサーエボグレーを吹いていきます。この下地処理は深い艶のある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェーサーを吹いて本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます。サーフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。